悪魔に魂を売った天才バイオリニストとは誰だということです。1820年代です。前回は新古典主義の代表的画家となるアングルが登場し、ベートーベンが数々の傑作を生み出し、ナポレオンが失脚し、保守的なウィーン体制となった時代でした。ちなみにベートーベンはこの時代に亡くなってしまいます。そしてこの時代からどこかで聞いたことのある音楽やどこかで見たことのある絵、聞いたことのある芸術家の名前のオンパレードとなります。一気に芸術の乱熟期となるといった感じです。ただし音楽に関しては19世紀後半以降の曲は現代では映画の BGM とかではよく聞くものの、コンサートの目玉として演奏されたりオーディオの前で腰を据えて聴くといった曲は減っていく印象です。ようやく花開いたと思った音楽史は世紀後半あたりから早くもしぼみ始める感じで、かなり歴史の短いものであるといった印象を受けます。さて前回1810年代に紹介したリアリティの鬼ジェリコによってロマン主義時代の到来が予告されましたが、そのジェリコの絵の中でうつ伏せに倒れていた男ドラクロワがついに立ち上がることによって、この1820年代からロマン主義時代が本格的に始動します。このドラクロワはロマン主義を代表する画家として前回登場した微妙な立ち位置から新古典主義の砦を堅くなに守り抜く男アングルと対立し、派閥を二分します。しかしその新古典主義の画家たちも次第にロマン主義的傾向の絵を描くようになるなど、完全に対立する派閥としては少々曖昧なものでもありました。そもそもアングル自身も新古典主義の画家という割に脊椎骨の数が多かったりとやけに独特な絵を描く人物でした。そしてロマン主義とはそれまでの古代ギリシャローマを模範とする理性的で秩序や法則などに重きを置く美の概念に対する根本的なアンチテーゼであり、個人の感情に重きを置き、創作者の独自の個性や美の価値観など多様性を認め自由な表現を求めるものです。こういった考えは現代まで続いてますね。この時代のロマン主義の台頭とナショナリズム思想、資本主義社会の確立は現代社会の基盤となっています。個人の独自性や個性の重視、それを養うためには多くの経験をしなければいけないといった考えはこの19世紀に確立されたと言えます。若い時に旅行に出かけて多様な経験をしていろいろ学び、様々なものを購入するなどして多くの経験をすることを促す、こういった考えは資本主義社会による消費社会に合致したものとなり、それは現在にまで至ります。特に現在観光産業が盛んなのはこういった人々の思考と行動があるためとも言えます。そしてこの絵はこの1820年代に起きたギリシャ独立戦争の最中にオスマン帝国がキオソの住民を虐殺したことを題材にしたものです。ただこの絵はドラクロワ自身が現地に行って描いたのではなく、報告を元にして描かれたものでした。こういった情熱的で色彩豊かなドラクロワの画風は後の時代の印象派の画家たちに大きな影響を与えることになります。ただこの絵がアカデミーのサロンに出品された当時は酷評されました。ドラクロワが公式に認められるようになるのは彼の晩年の1850年代になってからです。そしてこの1820年代に1660年代のウルトラマリン好きのフェルメールの時にお話しした金と同じくらい貴重だったウルトラマリンと呼ばれる青色絵の具の安価な製造方法がついに確立し、誰でも安く手軽に使えるようになってきます。さらに青以外のあらゆる色の絵の具も登場し、ようやく画家は自由に色を使えるようになります。そうして絵はどんどん色彩豊かになっていきます。さらに同時にこの時代にチューブ入りの絵の具まで発明されます。これによって初めて外で描くことが容易にできるようになりました。このチューブ入り絵の具の発明は後の時代の一大潮流である印象派に大きな影響を及ぼすことになります。それまでの多くの制約は一斉に突破された感じですね。これも科学の発展によるおかげでした。そしてタイトルにあるようにこの1820年代に悪魔に魂を売ったと言われる超天才バイオリニストが登場します。それがパガニーニです。こ
の時代には一般市民を対象とした大規模な公開演奏会が定着し始めていたとはいえ、このパガニーニはその才能一つで異例中の異例の大成功を収めました。それも当時はまだまだ音楽が大金を稼ぐことは難しい時代の中でです。実際に音楽が大金を稼ぐことができるようになるのは19世紀後半以降にアメリカが経済大国として台頭してからのことです。その頃には音楽家たちはお金に目がくらんで、わざわざヨーロッパから遠い音楽に乏しく、彼らにとって謎の地であるアメリカ大陸にまで長い船旅をして出稼ぎに行くことになります。しかしこのパガニーニはこの時代にヨーロッパのコンサートツアーだけで歴代のどの音楽も到底手にすることのできなかった莫大な富と名声を手に入れます。どうやらその額は1年間のコンサートツアーの収益だけで現代で換算したら数十億円にもなるらしいです。そしてその大きな名声はそれまで音楽と無縁だった大衆にまで広がり、彼らはわざわざお金を工面して会場に足を運ぶほどでした。そして街ではパガニーニのヘアスタイルが貴婦人の間で流行したり、バイオリンのイラストやパガニーニのイニシャルが入ったハンカチなど多くのグッズが並んだとのことです。まるで現代で起こっているような話ですね。過去にも現在にもパガニーニ以上のバイオリニストは現れていませんし、この当時のパガニーニの登場による社会現象は20世紀のロックスターに近いものがあります。そういった大きな社会現象を引き起こした歴代最初の人物がパガニーニと言えます。そしてなぜパガニーニが悪魔に魂を売り渡したバイオリニストと言われるのかというと、それまで誰も聞いたことのない超絶技巧の数々を突然パガニーニ一人が生み出し、しかもそれを難なく引きこなしてしまうという恐るべき能力のため、それは悪魔に魂を売り渡して得た技術に違いないと言われるようになったためです。さらに加えて、その病的で痩せこけた風貌も作用していたようです。実際パガニーニを演奏する姿を見た聴衆も、悪魔が背後で操っていてパガニーニが宙に浮くのを見たとか、そういった類のことを証言していたようです。そして先ほどの曲はバイオリン史上最高難易度の曲とされています。普通演奏する上で新たなテクニックが誕生すると、それは後世の音楽家たちに受け継がれ次第に難易度を増していくものですが、このパガニーニはテクニックの誕生時点で最高難易度のものを作り上げています。まさしく悪魔的能力ですね。そしてパガニーニはその後のバイオリンの演奏技法を大きく変えてしまいました。ちなみにパガニーニが莫大な富と名声を博すのはこの1820年代に故郷のイタリアを出てヨーロッパ各地で大規模なコンサートを行ってからのことですが、意外にもそれは彼が45歳になってからの話でした。パガニーニはそれまですでにイタリアでは名声を博していたのですが、病弱であったためヨーロッパツアーの観光はなかなか難しかったという理由があったようです。そしてそのヨーロッパツアー観光から約10年後、生涯様々な病気に苦しめられながらパガニーニは57歳で亡くなります。しかしカトリック教会は悪魔と呼ばれたパガニーニの遺体を埋葬することを拒否したため、その後約35年間もパガニーニは棺に入れられたまま各地をさまようことになります。カトリック教会が埋葬を拒否した理由には、民衆がもはやカトリック教会を信じていないということに対するカトリック教会側の意地もあったようです。そしてパガニーニが棺に入れられたまま各地をさまよっている間も、夜中に海の向こうからパガニーニのすすり泣くバイオリンの音が聞こえるとかいう噂が広まっていたようです。常に伝説がついて回る伝説のバイオリニスト、パガニーニです。そして現代ではそんな最高難易度の超絶技巧の数々を生み出し難なく弾いてしまうというテクニックとしてのパガニーニの側面が大きく取り上げられますが、パガニーニは演奏家としても作曲家としても超一流でした。実際パガニーニは当時の多くの有名作曲家たちに絶大な影響を与えています。最も有名なのは若かりし頃の天才ピアニストリストがパガニーニの演奏を聴き、ピアノのパガニーニになると叫んで今我々が知るリストになったことですが、その他にもテクニックよりも音楽性を重視するシューベルトやシューマンなどにも大きな影響を与えました。そして多くの作曲家がパガニーニをテーマにした曲を書いています。ものすごい影響力ですね。実際当時の批評家の記事などはテクニックがものすごいというより以上に、その演奏の素晴らしさ、音色の美しさなどを激唱していたようです。前代未聞のテクニックだけでなく、むしろそれ以上に演奏の素晴らしさも前代未聞だったようです。そんな超天才パガニーニですが、生活は博打や酒などに溺れており、ある時謎はコンサート前日に博打に負けて大事なバイオリンを取られてしまうというとんでもなく破天荒なことをやっています。
しかしその時、ある商人がパガニーニにバイオリンを譲り、それが彼の生涯の転機となったといったように、いろいろなエピソードに事欠かないパガニーニです。さらにパガニーニは20歳ぐらいの時に3年間ほど突然姿をくらましています。どうやらその間はバイオリンを弾くことをやめて、どこかの農園でのほほんとギターを弾きながら暮らしていたらしいです。行動が予測不能ですね。ちなみにこの19世紀ではギターが中産階級の間でよく弾かれていました。そしてパガニーニは相当な主戦度として知られ、自身のテクニックを盗まれないようにするため、楽譜もほとんど出版せず、オーケストラには簡単に弾けるレベルの伴奏のスコアを演奏の直前に与え、それも演奏が終わると全て回収していたとのことです。さらにはチケットも通常の倍の値段に設定し、不正に会場に入り込む輩を染み出すために自分でチケットのもぎりをし、さらには自分で会場のドアに鍵をかけてから演奏を始めるという徹底ぶりでした。金銭に関しても悪魔的なパガニーニです。しかし他の音楽家も負けておらず、パガニーニが宿泊しているホテルの隣の部屋を予約して、パガニーニが演奏するのを隣の部屋で聞き耳を立ててテクニックを盗もうとしたり、何回もコンサートに通い詰めて曲を覚えてしまうという強者もいたようです。当時は著作権が今のように確立していなかったため、盗作が横行するなど音楽家は苦労していましたので、パガニーニの過剰ともいえる行動も仕方なかった面もあると思います。それでも極端に主戦度筋ですよね。というわけで、この1820年代は悪魔と呼ばれたパガニーニが前大名の大疾風をヨーロッパ中で巻き起こしていた時代でした。さてこの時代に音楽家もロマン主義の時代となります。音楽も同じく理性よりも個人の感情や個性が重視されます。それまでの時代では作曲する上での決まり事は絶対的なものでしたが、このロマン主義時代からはそういった制約が緩くなり、形式的な統一感よりも個人の感情などいかに自由に表現するかが重要となっていきます。特にロマン主義では魔術や異国の世界、神話といった空想の世界が題材となることが多く、作曲家はそういった題材の文学や絵画などを取り入れて作曲するようになっていきます。そしてその中でも特に音楽と詩の統合を目指した歌曲が多く作られ発展していきます。例えばロマン派の詩人の詩の内容を分析し、それを歌とピアノで表現するといった感じです。このようにこの時代の音楽は同時代の新たな潮流であるロマン主義の絵画や文学、詩と密接な関係にあり、それぞれがジャンルを超えてお互いに影響を及ぼし合います。さてそんなロマン主義の幕開けを告げるのがシューベルトです。かなり馴染みのある作曲家が登場してきましたね。だいぶ賑わってきた音楽界です。シューベルトは今では誰しもが知っている作曲家で、歌曲の王とまで言われる人物ですが、シューベルトは生前は成功できず、生涯貧しく苦しい生活を送った人でした。かなり意外ですね。そして彼は31歳という若さで亡くなってしまいます。それまでの教会や王侯貴族のために音楽が作られていた西洋音楽において、音楽とは秩序や形式を重んじるものであって、作曲者の感情の表現の場ではありませんでした。しかしこのシューベルトによって感情を大きく表現する音楽が誕生します。そしてシューベルトは主に同時代のロマン派の詩人の作品を音楽に反映させ、ドイツ語の歌曲を確立したと言われています。こうしてこの時代以降から音楽界においてもロマン主義が到来することになります。シューベルトは生前全く成功できなかったため貧しい生活を送りましたが、多くの男性の友人に恵まれ、彼らから経済的支援を受け、そのおかげで作曲ができ、作品も多く残すことができました。さらに彼らと仲間内での演奏を楽しんでいたことも有名です。このシューベルトを友人たちが囲んで楽しく演奏する会はシューベルティアデと呼ばれています。ただシューベルトは小太りでお風呂も入らず、かなり口臭がきつかったためか、女性の友達は少なかったようです。口臭チェックは大切ですね。そしてそんな貧乏だったシューベルトはパガニーニのコンサートを聴くために家財道具を売り払ってチケットを購入します。そしてパガニーニの演奏を聞いたシューベルトは、天使の声が聞こえたと感激したと伝えられています。しかし以前から体調を崩していたシューベルトはその年の1828年に亡くなってしまいます。
このように生前は成功できず、常に貧乏で、友人たちと共に私的な演奏会で演奏して楽しむという、つつましい生活を送ったシューベルトでしたが、意外にも厚かましいことに、ベートーベンがこの時代の1827年に亡くなると、翌年に亡くなったシューベルトは、自身が完全無名の存在でありながらも、彼が尊敬するベートーベンの隣に埋葬してもらっています。シューベルトが無名だったことも驚きますが、無名の音楽家がベートーベンの隣に埋葬してもらえたということも大いに驚きですね。そのためか、実はシューベルトは案外それほど貧乏でも無名でもなかったのではないかと疑問視する意見もあるようですので、もしかしたら今後史実が変わる可能性もあるかもしれませんね。大衆や公衆に関しても実はさほどは臭くなかったというふうに変わるかもしれません。あともう2人作曲家が登場します。1人目はロッシーニです。この曲はどこかで聞いたことがあると思います。このウィリアム・テルというオペラはパリを中心にして流行した大規模で華々しいオペラを意味するグランドオペラの幕開けを告げる作品とされています。そしてこの後、19世紀前半の多くの作曲家たちによるグランドオペラ黄金期が築かれます。このロッシーニの登場によってこの時代以降ヨーロッパ中でオペラが大人気となりますが、ベートーベンがロッシーニがウィーンで大流行していた状況を見て、もはや誰も自分の曲を聴かなくなったと嘆いたらしいです。それほどまでに当時のロッシーニの軽妙で美しいメロディーのオペラは大流行していたというわけです。パガニーニといい、この時代から活躍の場が国際的になりますね。そしてこのように意外にも保守的なウィーン体制の下で、大衆の間ではこうした軽快で喜劇的なオペラや演劇が大人気となりました。さらにこの時代からダンスも盛んとなります。その熱気は凄まじく、妊婦がダンス中いつ出産してもいいようにと特別室が設けられていたほどだったらしいです。異常なほどの熱気ですね。もはやどんなコンディションであれ家でじっとしていることなど到底できないほどのダンスブームだったと思います。そしてロッシーニは曲を作るのも早く、次々に大ヒットオペラを飛ばすほどの才能がありながら37歳でオペラ界を引退してしまいます。そして残りの人生はいくつかの宗教曲などを作曲する程度で、むしろグルメが高じて新しい料理を考案したり高級レストランを経営したりして過ごしました。現在でもフランス料理で何々のロッシーニ風などと名前を料理の方面で残しています。そしてパガニーニのところでも少しお話ししましたが、この時代は著作権が今のような時代とは違い全く確立されていない状況でしたので、盗作などがじゃんじゃん横行していました。そしてこのロッシーニも他の作曲家のメロディーを多数盗用していたりするだけでなく、自分自身の曲のメロディーを他の曲で使い回すなど現代では考えられないようなことをたくさんしていました。このように著作権が確立するまでのクラシック音楽家たちは結構過去の作曲家のメロディーを普通に使用するなどしており、現代とは価値観がだいぶ異なっていました。オリジナリティの追求を重要視する現代の音楽に対する態度と大幅に異なりますね。そしてそんなロッシーニシップを巻き起こしたロッシーニでしたが、かなり意外なことに彼は死後忘れ去られ、せいぜいセビリアの理髪師の一発屋程度の存在となっていました。再評価はようやく20世紀後半になってからです。ちなみにロッシーニは生涯3回しか泣いたことがなかったらしいですが、パガニーニの演奏を聞いて号泣したとのことです。しかもロッシーニはもしパガニーニがオペラ作曲家になっていたら当代随一のオペラ作曲家になっただろうとも言ってます。どこまでも凄まじい才能の持ち主であるパガニーニだったようです。最後の作曲家はカール・ベーバーです。この人はあまり馴染みがないかもしれませんね。カール・ベーバーはドイツロマン派オペラの最初の成功者とされています。それもこの時代にナショナリズムが各地で盛り上がってきている中で、この曲の台本はオペラ発祥の地であるイタリア語ではなくドイツ語で書かれ、内容も愛や魔術といった
ドイツロマン派文学のテーマを多く取り入れ、さらにはドイツ民謡を取り入れるなどドイツ的要素に満ち溢れていたこともあって、ナショナリズムに燃えるドイツの民衆から熱狂的に迎えられました。しかしこの後、先ほどのロッシーニの登場によってドイツでもロッシーニのオペラが流行し、カール・ベーバーのマダンの車掌は人気を奪われ、その後ドイツオペラの傑作は長らく登場しないことになります。ちなみに1670年代に登場した指揮棒で死んだリュリのように、それまでの指揮者は杖のように長い指揮棒を床に叩きつけて拍子を取っていましたが、現在使われている指揮棒に似たものを最初に使い出したのはこのカール・ベーバーだと言われています。そして最後に、この時代から100年前の1720年代にお話ししたように、J.S. バッハは生前もさほど有名ではなく、死後長らく忘れ去られていた存在でしたが、この時代の1829年にバッハによる忘れ去られていた曲であるマタイ受難曲がある作曲家の努力によってコンサートで上演され復活します。この時代はドイツナショナリズムが盛り上がっていた頃だったというのもあって、バッハは一躍ドイツ音楽の源流として君臨することになります。そしてバッハ復活によって音楽面においてもドイツナショナリズム思想が盛り上がり、この時代以降からバッハやベートーベンなどのドイツ語圏の作曲家の伝記が書かれたり、積極的に演奏会で演奏されるようになります。勝手なもんですね。本人にしてみれば今更かよって感じでしょうね。このようにそれまでの時代では音楽は王侯貴族や教会の用が足りればその後は演奏されることのない使い捨てのような扱いでしたが、この時代以降からは過去の巨匠の名曲を演奏会でも演奏して受け継いでいくというようになってきます。まさに今の時代に近いですね。ただ今の時代は現代作られるクラシック音楽系列の音楽は聞くに値しないということで、過去の作品しか演奏されませんが、まだこの19世紀では当時の作曲家の曲とともにコンサートで一緒に演奏するという形でした。特に19世紀後半ではそれが顕著になり、当時の作曲家たちは偉大なるバッハやベートーベンなどと共に演奏され、比べられるという恐怖に怯えることになります。同時にこの時代以降から音楽学校でバッハやベートーベンやモーツァルトの曲が偉大なる曲として教科書で使われるようになります。このようにしてこれらの作曲家のえりすぐりの曲が名曲として確立することにもなります。そうした状況の中で作曲家の意識も変わっていくことになります。以前までは作曲家は自分の作品を後世に残すことなど考えず、その場限りの王侯貴族や教会の要求を満たす作品だけを作っていましたが、この19世紀ではバッハやベートーベンのように後々の時代まで自分の作品を残さねばという意識が芽生えます。そのため作曲家たちはとりわけベートーベンに匹敵する名作を作ろうと大いなる努力を傾けていくことになります。19世紀においてベートーベンの存在はかなり巨大ですね。このようにしてナショナリズム思想に燃えるドイツは、それまでは音楽で遅れをとっていたけれども、この19世紀は音楽界の中心として君臨します。そしてフランスやイタリアのサロン音楽やグランドオペラなどを軽薄な音楽とし、自国のドイツ音楽は時代を超えた偉大で厳粛なる音楽と定義していきます。といっても歴史はだいぶ浅いんですよね。さらにそれまでの音楽家とは作曲家でもあり演奏家でもありましたが、19世紀において作曲家と演奏家は別々のものになっていき、他人の作ったものだけを演奏するという演奏家が誕生します。しかも指揮者という専門家まで誕生することになります。まさしく現代のクラシック音楽界の形態が確立された時代ということになりますね。このように19世紀は20世紀以降にある多くの物事の基盤を作った時代と言えると思います。そんなに遠い昔の時代ではなかったというのが意外ですね。さてこの1820年代にギリシャがオスマン帝国から独立を果たします。ギリシャはこの時代の約400年前からオスマン帝国の支配下にありましたが、1789年に起きたフランス革命とそれに続くナポレオンの登場によるナショナリズム思想に影響され独立を目指すようになります。そして今までギリシャ・ローマの文明を賛美してきた西ヨーロッパの人々、特にこの時代のロマン主義の人々がこのギリシャの独立運動を応援します。そこで登場するのが前回登場した海を泳いで渡る男バイロンです。彼のようなロマン主義の情熱と理想に燃えた人たちが義勇軍としてこのギリシャ独立戦争に参戦しました。熱いですね。
ただバイロンはギリシャ到着後の1年後に熱病にかかってあっさり死んでしまいます。あまり活躍できてないですね。そして一方でウィーン体制を敷いているオーストリアなどはこういった自由主義ナショナリズムの運動を警戒しギリシャの独立に反対しました。しかしそうした中、ロシアとイギリス、フランスはオスマン帝国領土への進出を狙って参戦しオスマン帝国を撃退します。それによってギリシャは独立を果たし、ロシアは国会の一部を手に入れるなどしました。このようにヨーロッパ各国の異なる思惑による行動によってウィーン体制が崩れ出していきます。ウィーン体制弱すぎです。そして前回の南アメリカ諸国の独立に引き続き、この1820年代にメキシコ、ペルー、ブラジル、ボリビアとメキシコを含めた残りの南アメリカの大多数が独立を果たします。そうしてこの時代以降にヨーロッパでのナショナリズム運動も盛んになりますが、いずれも鎮圧されてしまいます。しかし次第に王政側もこの宗教の影響力が失われ、科学が発展する時代において国王の支配権は神から授けられたものであると主張する王権真珠説なんていう子供騙し的なまやかしが通用しなくなってきたため、自分たちの存在を正当化するために逆にナショナリズムを取り入れて存続を図る方向に傾いていきます。実際にヨーロッパ各地でナショナリズムが成立するのは後の時代の話ですが、その発展段階としてこうした民衆によるナショナリズム運動の高まりと王政側がそれを利用しようとする動きに加え、産業社会の発展が大きく影響したと主張するのがアーネスト・ゲルナーです。この時代以降、産業社会がどんどん発展していく上で、労働者である人々は様々に変化する仕事に対応できるようにならなければならなくなります。そして彼ら労働者はそれら様々に変化する仕事に素早く対応できるよう応用の利く全般的な知識が必要となります。そして同時に仕事に関わる際に多くの他者とコミュニケーション円滑に取れる必要も出てきます。それによって統一された言語の読み書き能力や計算などの全般的な知識を教え込まされるようになります。そういったものは親や地域が教育できる範囲を超えているので、国家による統制的で大規模な教育が必要になったとアーネスト・ゲルナーは言います。当時のヨーロッパにおいては王政の統治領域は曖昧で、その領域内にはお互いに通じないような言語が多数含まれていましたので、まずは言語の統一に重きを置いて国民を作り出す必要が出てきます。そして多数の異なる言語を話す人々を統治する王朝はどこかの言語を国家の言語と決定します。ちなみに現在の国家の数は200くらいありますが、言語の数は現在7000ぐらいあると見積もられています。こういった面からもナショナリズムは人々を強制的に一つの民族として同化させるか迫害するかという形を取る傾向にあります。そして義務教育で必ず教育されるのが国語というのも、このように他の言語を排除して統一された言語を教え込むことによって国民意識の形成だけでなく、労働において他者とコミュニケーションが円滑に取れるようになるという側面があります。もう一つ必ず教育される歴史も、それがたとえ捏造されたものであったとしても、やはり人々に国民意識を奮い立たせ、貴族意識を強く根付かせることができるだけでなく、独自の栄光ある歴史や文化、伝統といったものを教え込むことによって自国の領土の主権者であることを他国に正当化するという側面もあります。しかしこういった教育は多くの矛盾をはらんでおり、自分たちの由緒ある古い歴史や文化を守るという姿勢であるにもかかわらず、実際はナショナリズムのケースにあまり役立ちそうにもない文化などは死に大輪に任せ、むしろ近代化を目指して突っ走っていきます。そしてナショナリズムは創造の共同体の内部の人々の多様性を認めず、同質性を強要し、外部に対しては排他的な態度をとります。例えば、これは自分たちの文化だと所有権を主張し、他の民族とされている人々がそれを使用することに対して怒り、反対運動などを起こしたりします。しかしそのくせ、自分たちの由緒ある文化だと主張してはばからない、いわゆる民族衣装など普段着ることもないし、自民族の音楽と言われているものもほとんど聞くことがなく、そもそも自分たちの優れた文化だと主張しているものに対して、具体的にそれがどういったものか全然知らなかったりします。さらに伝統文化だと思われているものが、実は最近作られたばかりの作られた伝統だったりするなど、多くの矛盾を抱えています。そんな状況で、自分の国を好きになってくれてありがとうとか、自国の文化を誇りに思う
とか、ナショナリストはまるで自分がその文化の所有者であり考案者であるかのように振る舞います。一体いつからその特権的所有者になったんだって話ですよね。さらには単に国籍が同じというだけで何かのスポーツ選手などが活躍したらそれを自分の手柄かまるで自分たち全員が成し遂げたかのように誇り高く語ることが多いですが、その人は遺伝子レベルでも全く関係のない人間です。そもそも海外で活躍したらその国を誇りに思うどころかその国の制度やレベルが未熟なため海外に拠点を移した可能性があるのだから誇りに思ってる場合じゃないんですよね。しかしこのように自分は何もしなくても他力本願で他人の手柄で越に浸れるのだから楽なスタンスではあります。そして都合の悪い時は何も語らないか例外的事例であるかのようにこんなことがあったからといって自分の国を悪く思わないでほしいとかで済ませます。しかしもし本当に全ての遺産を過去から引き継いでいると主張するならば、過去の戦時中に犯した犯罪や日常の犯罪などであってもそれらは海外で活躍するほんの一握りのスポーツ選手と同じ自民族の一員が犯したことであるのだから、それらも徹底して受け継がなければならないことになります。都合の良い部分だけ持ち上げていては一貫性を欠くご都合主義者であるということになってしまいます。そしてそういった他力本願の考えは自分の国の恥だからやめてくれといったように他人の言動を制限することにもなります。かなり迷惑で身勝手な話ですよね。現在は国民や民族といった何かしらの集団に所属しなければいけないことになっており、事実上無所属は認められない世界です。例えばアイヌ人なのか日本人なのかであってハーフやクォーターなどの根血であっても、または完全に部外者とされる人であってもその中間は認められないし無所属も認められないのが現状です。ですので人々はある時はこういった盲信的な強制的同化やある時は偏狭な暴力的な排除の被害に遭うことにもなります。そもそも文化というものは誰かの所有物ではなく常に混ざり合ったりして変化するものです。それもいわゆる外部の人に使われたり他のものと混ざったりして変化して発展していったものであるし、今後嫌でもそのようにして変化を被るものです。自分の文化だと思っているものを違った形で使われたからといってそれが人種差別につながるなどとヒステリックに叫んだりして文化を排他的なものとして扱うことは文化の可能性を抑え込むことになります。そもそも人種も民族も科学的に存在しません。ナショナリズムとはその場所に偶然生まれてきた人を強制的に国民として取り入れ社会の歯車となるように確一的な教育を施しますが、それでも人々の経験するものに対する解釈は多様ですし遺伝子の構図も皆バラバラですので、ナショナリストが思い描くような永遠に変化せず固定的な文化をクローン人間のような創造の共同体の人々と共有しているわけではありません。さらに今まで人々は時代と場所に制限されていましたが、現在は情報文化をある程度自分で取捨選択できる時代になりました。それぞれ個人が民族や宗教といった確一的な教えに閉じ込められることなく、個人個人がさまざまな情報文化に触れるなどして幅広く経験したものによって個人個人が形成される時代になってきました。つい最近まではそれらは輸入品や旅行などで触れられる程度でしたし、今の時代はまだ他の国に移住するのがかなり難しい状況ですので、ナショナリストが言うように嫌なら出ていけばよいなんて簡単に出ていくことができる状況ではないですが、現在はインターネットによって多くの情報に触れられる機会が格段に増えましたので、これからは生まれた場所に制限されない個人個人が独自の経験と学習によって個人個人の独自の価値観などを形成し、もはやどこかの共同体の人々と同じ文化を共有しているとは言えないユニークな個人が育つ可能性の開かれた時代になっていくと思います。ただしこういったナショナリズムの考えはグローバル化の現在だいぶ衰えてはきましたが、こういった偏狭な考えに基づく枠組みは国民や民族だけに限らずいくらでも細分化可能です。国家間の争いの時は国に自分のアイデンティティを帰属させるも、そうでない時は国内の地域ごとに自分のアイデンティティを帰属させて争いをするとか、果ては人種とかの括りを持ち出すなど、人は何かと自分自身を常に何かの共同体に帰属させ自分たちと他者という構図を作りたがります。人々はよって立つもののない不安からこういった行動に出ますが、これが争いの元となることは非常に多いです。人は生物学的にステレオタイプで物事を見てしまう傾向は強いので仕方ない部分もありますが、そこは冷静に判断して対応する必要があると思います。しかし彼らナショナリストにとってその区画で生まれた人々は確一的な人間であるべきであって、異なった考えなどは到底認められないわけですが、
個人の自由を尊重するはずのフランス革命と同時に起こった思想というのが皮肉に感じられますね。そしてこの時代にはハイネが歌の本を出版しました。シューベルトやシューマンなどの多くの作曲家がこのハイネの詩に曲をつけましたが、特にこの歌の本の詩から多くの歌曲が作られています。このようにロマン主義時代は異なるジャンルのつながりがあったことがよくわかりますね。それでは最後にこの時代に書かれた絵を6枚ほど紹介します。最初にはこちらです。1790年代に登場したゴヤです。相当やばいことになってます。この時ゴヤは自分の別荘にこういった類の黒い絵と言われる一連の作品14枚を所狭しと飾っていました。それも注文に対して描かれたのではなく、完全に自分だけのために描かれた絵です。精神状態がかなりやばい絵ですが、それを自宅の別荘に飾っていたというのがさらにやばいですね。しかもこの時ゴヤは70代です。普通10代あたりの病んだ絵とかポエムを30代40代になって後から振り返って、そういう時もあったなとかいう感じになるものですが、70代でこれは筋金入りの本物のヤバい絵です。レベルが違います。ちなみにサトルヌスとは将来自分の子供たちによって支配権を奪われるという予言を恐れ、子供たちを飲み込んだというローマ神話の神です。しかしこのゴヤネではサトルヌスは子供を飲み込むのではなく、恐ろしいことに食いちぎってます。しかし孫とか訪れてこの絵を見たらどう思うんでしょうかね。おそらく絶句してしまい、怖くておじいちゃんに話しかけられないんじゃないでしょうか。むしろゴヤおじいちゃんに食べられるんじゃないかと恐怖で震えると思います。そしてゴヤはこの時代に早くもこのように誰かの注文ではなく、自分自身のために書いていたというのもベートーベンと同じように時代の先駆者でもありますし、こういった絵は20世紀まで先取りする革新的な絵でもあります。ちなみにゴヤは聴覚を失う1792年以前はこういったロココ的な絵を描いていました。ゴヤさんも最初の頃はこんな楽しい絵を描いていたわけですね。それがゴヤさんむちゃくちゃやばいことになってます。ここまでやんだ絵は他にないくらいだと思います。この絵も先ほどの我が子を食らうサトルヌスと一緒に1階に飾られていました。これも目隠し遊びなんていう楽しげな絵が描かれていることを想定した孫などが訪れた際、予想に反してこの絵が所狭しと飾られるわけなので恐怖でしかないですね。1階のリビングにこんな絵がかけられていたら、ゴヤおじいちゃんからお分かりとか言われてもご飯は喉に通らないと思います。次の絵は前回1810年代に紹介したロマン主義の開始を告げたリアリティの鬼ジェリコによる作品です。これもなかなか怖い絵ですね。ジェリコはこのように精神異常者をモデルにした絵を描いています。これも危機迫るリアリティへの追求が伝わってきますね。そしてジェリコはこの時代に落馬が原因で32歳の若さで亡くなってしまいます。最後の言葉はまだ何もしていないだったらしいです。これだけの才能がありながらその若さで死んでしまうのは無念以外の何者でもなかったでしょうね。次の絵は今回登場したドラクロワによる作品です。この絵は紀元前7世紀頃のアッシリアの王とされるサルダナパールが贅沢の限りを尽くしていたけれど、最終的に反乱軍に攻め入られ、その際妾たちを殺し、自分自身の財宝を焼き尽くすよう命令して死ぬという、今回のギリシャ独立戦争に参戦したバイロンの詩を元に書かれたものです。最後の絵はこちらです。コンスタブルはイギリスロマン主義を代表する画家で、この時代に早くも野外で制作し、刻々と変化する光の効果を捉えようとしました。こういったコンスタブルの風景画は、後の時代に登場する印象派に先駆けたものでもあり、フランスのロマン主義の画家たちにも大きな影響を与えました。ちなみにこの絵はイギリスのアカデミーに出品した時は全く話題にならず、その後にフランスに出品した時は絶賛され、あのドラクロワも大きな衝撃を受け、今回登場したキヨス島の虐殺の背景の空を描き直したらしいです。ということで1820年代はドラクロワの登場によるロマン主義時代の到来と、音楽界ではパガニーニが大疾風を巻き起こし、同時にロッシーニもオペラを大流行させ、その陰でシューベルトが友人以外に知られることなく作曲を続け、静かにロマン主義時代の到来を告げ、カール・ベーバーがドイツオペラで成功しました。ハイネも歌の本を出版し、後のロマン派の音楽家に大いなる刺激を与えます。そしてギリシャ独立戦争が起き、南アメリカ諸国の大半が独立した時代でした。次回は1830年代です。女装してまで人を殺しに行こうとしたかなり危ない作曲家の登場です。それでは。